ありがとうね。セットとセッティングの心得。精神状態と環境を整え、安全に十分配慮した上で撮影を行っています。詳しくは、バッドトリップ徹底回避マニュアルをご覧ください。ビクラブリオです。このチャンネルでは、サイケデリックスとスピリチュアルをつなげるというコンセプトで運営しております。今回は幻覚作用があると言われるヒキガエルの毒を摂取して実際にどのように作用していくかレポートしていきます。はじめに言っておきますけど、今回摂取するのは毒です。くれぐれも絶対真似しないでください。皆さんはガマの油から LSD までというタイトルの本をご存知でしょうか。日本の田舎に行けば割とどこにでも生息しているあのヒキガエル。実はヒキガエルの毒にはサイケデリックな作用があるとされています。で、カエルそのものって結構呪術的なイメージがあるっていうか、神話とかでよく出てくる魔女ってカエルを持ってるじゃないですか。よく魔女とカエルってセットなイメージがあったりとか、あと国民的大人気漫画ナルトはチャクラとか言ってね、実は結構スピリチュアルな要素がいっぱい入ってる漫画なんですけども、そのナルトでは仙人モードっていうね、ナルトがこうめっちゃ最強になる時のモードでカエルと融合しちゃったり、なんかナルトの中にもカエルを神格化するような描写って結構出てきてるんですね。実際に世界各地の民族の儀式に、例えばメキシコだったらばコロラドリバーヒキガエルというカエルの毒、これには 5-MeO-DMT っていう超強烈なサイケデリクスが含まれてるんですけど、これを吸引してバーってこう内的宇宙とつながる儀式が実際にあったり、南米ではカンボというカエルの毒をやけどした皮膚にこう塗り込んで、うーって何回も何回もゲロ吐いて内側のネガティビティを浄化する儀礼なんてのが実際に今でもあるんですね。俺は日本にもかつてそんな感じでカエルを使った儀礼って実際にあったんじゃないかと。だからカエルが神格化されてるような表現があるんじゃないかなと。俺の地元茨城県のつくば市っていうところがあるんですけどね、そこにはガマ洞窟っていうところがあって、ここら一帯つくば市はなんかヒキガエルの石像がいっぱい置いてあって、今でこそガマの毒は入ってないんですけど、ガマの油っていう名前の軟膏が売られてて、これ実際当時は昔はガマの油の中に実際に毒が入ってて、でこの毒を使って何らかの神秘的な儀礼を行っていたんじゃないかなって妄想なんですけどね、勝手に勘ぐってます。でこのヒキガエルの毒のことをね、別名戦祖っていう風に呼ぶんですけども、球神という誰もが知っている有名な市販薬の中にもこの戦祖は含まれていて、上限が 5mg って書かれてるんですね。戦祖ってのはヒキガエルのこの耳の後ろからピューって出る白い毒を乾燥させたもので、乾燥させてるから成分は濃縮されてるんですね。実際のこの耳から取る毒の上限っていうのは分かんないですけど、戦祖の上限が 5mg っていうふうに書いてあるんで、今回はその 5mg 上限を参考にこれを超えないように摂取していきます。命大事で、ガマの毒は神経毒も含まれてるんでとっても危険です。大量に摂取すると麻痺して心臓発作だったり呼吸困難になる恐れがあります。基本的にはむやみに触らない方がいいし、もしヒキガエル見つけて触っちゃったりしたら必ず手を洗った方がいいし、あとワンちゃんがヒキガエル食べちゃったりしたらもう即動物病院に連れてって胃洗浄しないと大変なことになっちゃったりする。そんな結構ね、大ごとになりかねない可能性を秘めている結構危険な毒です。でこの成分調べてみたらざっくりですよ、細かいこと言ってたらほんと細かいんできりないんですけど、ざっくり2系統の成分が入っていて、一つはブフォテニン、こちらが神経毒で神経を麻痺させて幻覚を見せるような作用を持っているのがこのブフォテニン。もう一系統はブファジエノライドという成分、心臓の鼓動を早めるため強心作用があると言われております。ブフォテニンだからちょっとサイケデリックな作用とさらにこの強心作用もあるってことなんで、なんとなくアッパーなサイケっぽい感じなんじゃないかなってのを予想しつつ、これから実際にですね、うちで飼ってるヒキガエル飼ってるんですけど、彼らから毒を採集して摂取していきたいと思います。はい、これがね、俺がカエルちゃんたちを飼ってるケースなんですけどもね、2匹おります。アズマヒキガエルのシュンタと、あとミヤコヒキガエルのミヤコちゃん2匹います。
まあ今日毒がたっぷり取れそうなね、この俊太くんの毒をね取っていきます。で毒はね、こういうイボ、あとここの耳の後ろ、ここビシュって押すとね毒が出てくるんで、ここから毒をビューって出して、でそれをハーブ、まあ今回バジルがあったんでバジルに染み込ませて、それを吸っていきたいと思います。でね、まあ毒がね目に入ったら大変なんでね、このねメガネかけて、毒がね皮膚についてほっとくと炎症を起こしちゃうんで、それ対策にねビニール手袋していきます。じゃあ早速ね、しゅんちゃん、しゅん太くんちょっともらうね、ごめんね。じゃあここですね、耳の後ろ、ここをねビュッと押していきます。キュッて見えますか、この白い毒がね、これ出てきたんだけど、これを吸います。ごめんね、頑張ったね。でこの白いね毒をハーブに染み込ませて吸引していきます。このね葉っぱで拭き取ってきます。よいしょよいしょ。それじゃあね、せっかくなんで全部拭き取れなかった分がここにちょっとだけ残ってるんで、ペロッと舐めてみたいと思います。ありがい、しゅんたありがとう。ちょっとゆっくり休んでな。よいしょ。それじゃあ早速時間計っていきたいと思います。まあ、今舐めてすぐ測り始めたんで、もうしびれてます。ベロの感覚があんまりなくなってるって感じですね。やっぱ神経毒なんだなっていう感じがしますね。ちょっと口直しで、こっからさらに先ほどガマの毒をね拭き取った、ここにねハーブがあるんで、バジルなんですけど、これらをパイプに詰めてね吸っていきたいと思います。それではね、毒を出してくれた俊太に感謝して、もうなんやかんやうちに来てからね2年近く経つんですけどね、ペットとしてもすごい可愛いっていうかね、この喉がねコエ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 ってこうビートを刻むのをねずーっと見てるんですよ。それだけで癒されるんですよ。本当にもう存在してるだけで癒してくれるのに、こうねこうペロって舐めたらね、精神作用もあるっていうね、とっても素敵なペットなんですけども、今ね入れてまだ2分も経ってないんですけど、アッパーともダウナーともまだ呼べない、どっちかわからない高揚感がぐわーっと後頭部から上がってきて、でベロがどんどん順調にしびれていってるっていう感じがします。でここからさらにね煙を吸っていきたいと思います。はい、今3分吸った直後なんですけど、面白いです。何かが効いてきてるのは分かるんですけど、もうちょっと吸って様子見てみます。はい、これでね今全部吸い終わったので、これから引き続きレポートしていきます。なんだろうこれ、どれとも違う感じがする。ちなみに今俺何も考えてないです。まあやっぱこれはメディスンほぼ全般的に言えることなんじゃないかなと思うんだけど、右脳優位になる。結構俺今日忙しくて仕事してたんですけどね、先のことバーって予定組んだりしてた一日の終わりにこれ撮ってるんですけど、もう日中使ってた思考のギアが完全にスピードダウンして、もう頭の中に平和なブランクがやってきたって感じ。あと今一番感じてるのはもうベロのしびれ、歯医者の麻酔に近いっすね。あんま感じなくなってきてる。まあアッパーかダウナーで言ったらこれ明らかにダウナー。まあブフォトキシンが入ってるからやっぱり神経毒なんで、なんか体の力がスーッと抜けてきた後、なんかろれつが回んなくなってきてるのはベロが麻痺してきてるからなんですけど、ちょっとこのまましばらく様子見ようと思います。面白い。今ねもうすぐ10分なんですけど、ちょっとやっぱサイケなんですよね。光に残像が軽くですけどついてて、軽くですよ。で音の聞こえ方もちょっと変わってる感じがするんですよね。ちょっと実験してみます。シンギングボール。
なりなんですけど、目を閉じて鳴らしてると脳内ではっきりシンギングボールが回ってるような感覚。ただ微細です。やっぱ 1DLSD みたいなものに比べると明らかに微弱なんですけど、でも微弱だけど確かにあるよなっていう感じ。まあ毒なんでむやみに追ったりはできないんですけど。しゅんたありがとう。やっぱこういつもずっと面倒見てるからめっちゃおしっこされた今おしっこめっちゃする、おしっこめっちゃするやん。そうケースから出すとねよくおしっこするからねいいんだけどもね、まあ我が子みたいな気持ちで育ててるんで、別にもうおしっこされてももう別にいいっす。もう切ったねとかってなんない。もうこうやってね愛情をかけて育てて、でメディスン摂取したらすごい俺をリラックスさせてくれて、ただでさえ存在してるだけでねすごい俺を癒してくれるので、このね喉のこのね動きを見てるだけで癒されるんですよ。クン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 っていうね、このねずっとこれをね見ちゃうの。なんかそれだけでねもう思考が止まってね癒されるんですよね。しゅんとありがとう。どこかのね国の神話にねカエルにキスをすると王子様になるとかってね言いますよね。もうそろそろな、はい15分経ちます。まあ相変わらずベロはしびれててほんのりとリラックスしてる感じがあって、まあこの量だからなのかそんなに強いサイケデリック体験にはこっから先もなんないんじゃないかなっていう。まあカンボみたいなやり方でやけどして、そのやけどした部分にセンスを塗り込んだらもっとすごそうなんですけど、ちょっとそれをやる勇気は出ないです。なんせこんだけしびれるもんを傷口に塗り込むってのはちょっと俺勇気出ないんですけど、でもそれやったら多分もっと面白いことになるんじゃないかなっていうね。まあやんないし絶対真似しないでほしいんですけど、どうしてもやってみたいって人はね球心を飲むといいんじゃないですか。カエルの種類は違うと思いますけど球心には酸素が入ってて、でやっぱり強心作用、心臓の鼓動を高めて元気にするような作用があるっていうふうに書かれてるんで、それは確かに感じてます。今ねそのサイケデリックとかそういう精神作用っていうよりかはもう明らかに元気になってくる、なんか力がみなぎってきて、もうカエルみたいにぴょこぴょこ飛び跳ねたいようなパワーが溢れている。正直疲れてたんですけどリラックスとかっていうよりかもう元気になってる。ボワーってでもうボアカンガみたいなカテゴールでもなくて不思議な感じですね。柔らかみがあるんだけどもでもパワーが溢れてて、で、前回やったアヤワスカマイクロドージンなんかとも全然違いますね。需要競争に酸素が効くっていう理由はめちゃくちゃ分かりました。引き続きレポートしていきます。はい、今はね25分経ちました。やっぱこれ面白いですね。多幸感っていうよりかはなんかほんのりと柔らかく丸くハッピーになってるって感じで、やっぱ視覚にも来てて、ずっと見ててパッとこう他のとこ見るとね残像みたいなのが軽く見えるんですよね。もちろんね大麻とかと比べたらね圧倒的に大麻の方が強いんですけど、でもこれはこれでこのほんのりと感じてる余韻に歩み寄っていくのがまた新感覚で楽しいって感じですね。少なくても毒っていう嫌な感じがするのはベロのしびれだけ、まだ相変わらずしびれてるんですけど、マットハニーがね同じようにグラヤノトキシンっていうねツツジの毒が成分なんで、そういう感覚にちょっと近いんじゃないかなっていう。シャーマンレオオリジナル CBD、 ヒーリング用 CBD マリア、瞑想用 CBD ブッダ、どちらも大好評発売中です。ゲロゲーロ。ゲロ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 。はい、ということで今ね時間はね35分ぐらい。いやほんと変な話なんですけどカエルが愛おしくてたまらない。なんて可愛いんだっていうね。顎好きだなお前。毒持っててねあんまり外敵がいないからね、ちょっと悟りの境地に達してるんですよね。
なんとも言えない気持ち。あとさっきおしっこしたから湿ってる。でもね、全然汚いとか思わないんだよね。なんかすごいお前とつながってるよ。ここまでねちゃんと摂取したの初めてで、実はこれまでちょっとね味見するとかねあったんですけど、基本的に飼ってるだけであんま毒舐めたりとかしてこなかったんで、なんかこれまで大事に育てたこいつと改めて今ねすごいちゃんとつながってるっていうね感じがしますね。足口に入れるのやめてくれね。これなんとかしてくれねこれ。あ、外れた。こんなことやってるけど、これちゃんと顔洗わないとね、毒がついたままになるとほんと皮膚がただれたりする原因になるんでね。頭なでなでしてくれてんのかお前。優しいね。ありがとうね。ありがとうね。大好きだよ。引き続きレポートしていきます。風呂入ってます。もうすぐね1時間ですね。まあね、顔についちゃったんでね、毒をちゃんと洗い流そうと思って、はい、風呂入りました。最初ベロ毒でしびれてたんですけど、もうほとんどそのしびれはなくなって、でそのしびれがなくなってきたのと同じ感じで、さっきまで聞いてた感じ、ちょっとアッパーでハッピーな感じが、どんどん今薄れていってるのかなっていう感じですね。そうで、豆知識なんですけど、さっきねカエルに外敵はいない、ヒキガエルに外敵はいないって言ったんだけど、ヒキガエルをね食べるヘビが唯一いて、ヤマカガシっていうヘビがいて、でヤマカガシはヤマカガシ自体に毒は持っていなくて、ヒキガエルをこう食べて、ヒキガエルの毒を体内に保存して、で自分の毒として使うっていう、なんともまあトリッキーなねヘビがいて、で実際にねやっぱねこうヤマカガシがヒキガエル食べてるの見たことあるんですよ。俺ヒキガエル飼ってて、ヒキガエルラブだから、一瞬なんかこうヤマカガシがねなんかすごい邪悪なものに見えて、なんか悪いことしてる凶悪な生き物に見えたけど、でまあヤマカガシ側からしたらちゃんと自分の生命を全うしてるだけで、その善も悪も自然界になくて、みんな一生懸命自分の命を全うしてるんだなって思いました。それを見てね、人間として動物として自分の命を全うしていきたいって思ったし、で今回やっぱ改めて自分で日頃世話をしている動物の体液を摂取するっていうことがなんとラブな循環なのかっていうことを思い知らされてて、例えば自分で野菜育てて食べたりとか、牛さんのねミルクとかね、鶏の卵とかね、あるいはお肉命いただいて食べたりするっていうこと、どれだけこう、普段から俺はカエルにね餌やったり水取り替えたり掃除したりしててラブをこう与えてるんだけども、その俺のバイブスが多分カエルに伝わってるんですよ。それって世話することでカエルと俺がコネクトして、でコネクトしてるその動物からいただいた体液ってそれでこうハイになるっていうのが、なんと愛おしいことかっていう、こういうなんか自然な循環の愛おしさみたいなのをそう改めて再確認して、やっぱ人間切り離されてんじゃんね。スーパーでさ、誰が殺したのか分かんないね鶏肉の切り身とか食べるわけでしょ。どこで誰が取ってきたのか分かんないね。産地とかもよく忙しい時見なかったりするし、俺もね、どれだけ地球から切り離されちゃってんのって、どれだけ殺菌消毒された世界に生きちゃってんのって、それが悪とかじゃないけどそれだけで本当にいいのってまひっちゃうじゃん。人間が人間じゃないものになりすぎちゃったでしょ。やっぱ人間はロボットじゃなくてね、草や木や動物たちと同じように俺たちも地球の一部なんだから、たまにはね自然の循環を感じるようなね体験をした方がいいと俺は思いました。カエルのね毒を舐めるのは真似しないでくださいって言いますけど、俺がね今回感じたの、改めて感じたのは、そういうカエルによって持たされたハッピー感そのものよりも、普段こう一生懸命育ててた春太からいただいたもので心地よくなるっていうプレシャスなかけがえのない体験でした。は
はい、ということで、今翌日です。完全にシラフな状態で、昨日の体感をね、振り返ってみようと思います。まず、やっぱ効きは、量が少量だったからか、かなりマイルドだったんだけど、確かにいるなーって感じはずっとあって、作用としては1時間ぐらいがピーク。で、ベロがしびれてたのが、和らいでくると同時に効きも収まってくるっていう。で、1時間ぐらい経って弱まった後も、その後2、3時間ぐらいほんのり余韻みたいなのが続いてましたっていうことで、時間は3で、視覚聴覚に関してはちょっと変化がこれから起きそうってとこで止まったんで、4としときますけど、これもうちょっと量を摂取したらなんかもっと変わりそうな感じがあったんですけど、ちょっとね、あくまで神経毒なんで、この量を増やすってことには慎重に、もし次回検証することがあるとしたら、もっとね、致死量とかを調べて安全にいける範囲で試したいと思います。で、思考に関してはかなりね、ハッピーな気持ちですね。強心作用があるってことで、物理的に心臓の鼓動を高めるっていう、バーってエナジェティックなね、エネルギーあふれる感じになってんで、やっぱ思考も前向きにハッピーに、カエルちゃん愛してるよみたいなね、そんな気持ちになったんで、思考は5としておきましょう。で、全くっていうと、例えばね、アヤワスカのマイクロみたいに全くお腹が空かないってことはなかったんで、ご飯も別に食べれるっちゃ食べれるっていう意味で、2.5 ぐらいにしておきましょうかね。お腹が空くみたいな作用はなかったです。めっちゃおしっこするやんお前。ウレションで、体感はこれ結構体感っていう意味では結構ありましたね。明らかにしびれるみたいな作用がベロにあったりとか、なんか全身が緩んで、麻痺するから緩んでるように感じるだけかもしれないけど、体感は4.5 から5ぐらいはあったんじゃないでしょうか。ということでね、いかがでしたでしょうかね。くれぐれも皆さん絶対真似はしないでください。これあくまで毒なので、いっぱい摂取しすぎちゃうと大変なことになっちゃう。とはいえ、やっぱりこのね、ガマの毒っていうのは世界的にはシャーマンのセレモニーとして実際に未だに使われてるっていう現状、日本にもこういうカエルがいて、でガマの油っていうものがかつては売られていた。筑波さんの周りではガマの銅像がいっぱい置かれているっていうところから、このヒキガエルを使った何らかのシャーマニックな儀礼、かつての日本にやっぱりあったんじゃないかなと俺は今回改めて思いました。いかがでしたでしょうかね。で、最後に軽く告知をして終わりたいと思うんですけど、10月28日神奈川県横須賀の食屋ボーっていうところで、同じくねメディスンアヤワスカの発信をするサマーラブカレンというね、YouTube やってる子がいるんですけど、その子と共同企画でコズミックアースっていう地球と宇宙を統合させちゃおう、地球上に宇宙を作っちゃおうっていうね、そんなやばい自己解放のフェスを、メンツも超豪華で、もうスピリチュアル好きには、サイケデリック好きにはたまらない、もうはーみたいな楽園を作ろうとしております。10月28日、興味ある方はぜひね、予定を空けておいてくださいということで、最後にビッグラブをね、このねガマちゃんと一緒にね、ガマのシュンタ君と一緒に送りたいと思います。それではいきます。今ここにあるラブをね、ガマちゃんに乗せて、ガマちゃんを媒介にビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。